皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国の軍事パレードについて解説をしておきます。抗日戦争の勝利記念として行われた軍事パレードですので、日本の報道においても非常に繰り返し映像を使って放送されるなど、多くの人が見聞きしたことでしょう。ただ、ポイントを押さえておかないとちょっとおかしな考えと走ってしまう人もいるようなので、この動画で改めて情報の整理更新をしていってください。まず最初に押さえておかなければならないポイントというのは、敵を知り、己を知り、そして敵を過小評価せず、そして日本のことを過剰に評価しないといったことをまず最初に考えておく必要があります。中国の軍事パレードについてとにかく過小評価をしようという人たちが必ずのように現れます。それは中国が貧しかった時代のことを念頭にして、現在行われている中国の軍拡についてもそれらが全てハリボテで何の役にも立たず、何の力も持たず、日本やアメリカに比べれば全く雑魚なので何にも心配する必要がないと、やたらと中国を低く評価する人たちです。そう思いたいというような気持ちがあることは理解できるのですが、それは現実を直視しているとは思えません。軍事パレードに参加している兵器類について言っても、それら全てが中身がない、いわゆる外側だけの作り物に過ぎないというような解説をする方もおられますが、そう思いたいだけでちょっと真に受けるべき解説ではありません。確かに展示されている兵器その全てが実戦レベルの性能を有しているかどうかは確認しようがありません。ただし、重大なのは中国における軍拡は予算を伴って開発が進められているものであり、新しいタイプが出てくれば、それは従来品よりも少しマシになっていることは確実だと見た方が良いということです。今回の軍事パレードにおいては、これからの時代に求められるような兵器類について一通り揃えてくるといったことが中国の意向として示されています。陸海空、大型、中型、小型、それぞれの分野におけるドローン兵器に開発を進められており、各種兵器類が展示されていました。また、従来のミサイルや機関砲といったような防御兵器だけではなく、レーザー兵器も展示されていました。車両搭載型の対空レーザーと見られており、これらの兵器について言っても、性能がどれほどなのか、そして生産価格がどれくらいなのか、そういったポイントについては様々疑問があるわけですが、少なくともわざわざ見せるようなところまで持ってきたということは、ある程度使い物になる、そういった目処が立ってきたのでしょう。そのようにして、様々な兵器開発が行われているんだなというメッセージを受け取った側としては、妥当なラインで評価するべきです。一方において過剰な評価といったものもよくありません。例えば今回大々的に行われた軍事パレードを見て、日本にはもう勝ち目がないんだから、もう中国と戦うな、中国が攻めてきたら降伏すればいいみたいな、非常に極端な反応をする方もおられます。これはロシアによるウクライナ侵略の後に起こったような反応で、攻めかかってくる国があるんであれば、もう白旗を振って降伏すればいい。占領下における服従によって生き延びたらいいじゃないかみたいなことを言う人たちというものが日本においても存在してしまいます。これもまた過剰な反応というものでしょう。中国の軍拡が進んでいるという事実を受け止めた上で、どのような兵器を作ってきているのか、その傾向について理解した上で対抗技術を開発し、そして自衛隊やその自衛隊を支える法律体系などを整えていく。そして日本国民全体においても、戦争は悪いことだけれども、侵略してくる国があるのであれば、それに抵抗するための戦いといったものはやらなければならないし、それは決して悪いことではないといったことも教育としてしっかりと教えていく必要があるでしょう。さて、軍事パレード全般について言える話をしたのですが、ここからは少し横道にそれたような話題をしていきます。最初に取り上げる横道にそれた話題。今回の軍事パレードには日本からも元総理大臣が出席していました。この写真は習近平国家主席のもとにやってくる鳩山幸夫元総理大臣です。抗日戦争に勝利した記念として行われた軍事パレード、そこにやってくる日本の元総理大臣、習近平国家主席としては日本に対する大勝利といったものを日本の政治家も認めているんだというような一つの形を残しているわけです。ただしそれはあくまでもおまけみたいなもので、日本の元総理大臣という肩書きがあったとしても、基本的に習近平国家主席にとっては価値のない人物です。こちらの写真では出席者の人たちとちょっと会場の中を移動している様子。先頭グループにはロシアのプーチン大統領、北朝鮮のキム・ジョンウン氏、その他ベラルーシやカザフスタン、親密な関係を築いている国々の首脳らが
前方グループで歩いていきます。赤く丸が付けられている部分にいる人物が鳩山幸雄氏です。一応出席はしているけれども、特に誰かと話す様子もなく、飾り物に過ぎない存在となっています。そして、緊密な関係を演出しているプーチン大統領や金正恩氏、これらの人物との間に交わされた会話といったものが一つニュースになっていました。中ロ朝首脳の会話が偶然ライブ配信。習氏、人の寿命は150歳に。中国の習近平国家主席は、ロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記と談笑する中で、150歳まで人間が生きられるようになる可能性を話した。マイクが偶然音声を拾ったもので、世界有数の強権政治家として知られる3人が、どのような会話を交わしているかが垣間見られた。3人は、抗日戦争勝利80周年の記念式典を観閲するため天安門の楼閣に登壇したが、その際の会話がライブ映像のマイクに意図せず捉えられ、式典を見ていたソーシャルメディアのユーザーが気づいた。会話の音声は1分弱で途中で途切れる場面もある。それでも習氏が中国語で最近は80歳などと話す声が聞こえる。その後習氏の発言をロシア語に翻訳しているとみられる通訳が、以前は70歳まで生きる人は稀だったが、最近では70歳でもまだ子供だとロシア語で話した。これに対しプーチン氏が身振りを交えて返答したが、この発言を中国語に翻訳したとみられる通訳は、バイオ技術の発達で人間は臓器移植を受け続けることが可能になる。若返りながら生き続け、不死を得ることもできるだろうと語った。臓器移植の研究について、別の通訳が朝鮮語で繰り返す音声も聞かれた。そこで再び習氏が中国語で今世紀中に150歳まで生きられるようになる可能性があると予測されていると述べた。この発言を最後にカメラは切り替えられた。この会話が行われたのは習氏が日本の侵略に対する中国の勝利を祝うスピーチの直前で、その後に軍事パレードを控えていた。3人の背後には通訳が続き、習氏を真ん中に、プーチン氏がその右側、キム氏が左側を歩いた。3人とも年齢や健康に不安を抱えるが、いずれも明らかな後継者はいない。72歳の習氏は国家主席として2期10年の任期制限を超え、2027年の4期目入りを伺う。やはり72歳のプーチン氏は憲法を改正し、長期の政権維持を可能にした。41歳の金正恩氏は娘を北京に同行させ、後継者として育てているとの憶測を強めた。軍事パレードが行われる前、上海協力機構といった催しも行われていました。これは、非欧米を主軸とした国々において、中国が盟主となるような経済同盟構想です。もともと反米思想の強い国もあれば、独裁政権や軍事政権によってアメリカとの関係が悪い国々もあります。しかし、国の中で何が行われていようと、どんな指導体制であろうとも、それらを問題視しませんよといった形で受け入れているのが中国です。中国は多くの国々を集めることによって自分にとって有利なルールを国際標準にしようと考えています。この考え方は国連のような場でもそうですし、国際標準規格を作ろうとしている場合においても多くの国々を巻き込んで票数を稼ぐという意味でも中国にとっては有利な状況を生み出しかねないものです。実際にそのような事例といったものもすでに存在します。今回上海協力機構で注目されたのがインドのモディ首相の出席です。現在インドはトランプ関税 50% を課されている状態でアメリカとの関係はギクシャクしているところです。関税がかけられた理由としては、ロシアから大量のエネルギー支援を購入しており、しかもそれらを転売してインドが大きな利益を得ていると非難されています。ただ、モディ首相にしてみれば、自分たちよりもさらに多くの量を購入している中国に対して強い関税をかけないのに、なんでインドに対してだけ 50% なのだと、非常に強い不満を持っているものとみられます。そうした意味で、上海協力機構にモディ首相が出席し、中国との関係強化に努めてしまう。この構図そのものが今の国際情勢においては、ちょっと気がかりだというわけです。日本にしてみると、こうしたインドが中国とどんどんと接近してしまうこと、それ自体は良い状況ではありません。だからこそ、日本とインドとの関係はこのまま強化し、インドが中国べったりにならないように外交を務めていく必要があります。
一方で、中国、ロシア、北朝鮮、この3カ国の首脳の間における雑談、人間の寿命が150歳ぐらいまでになりそうだなというような話については、別の意味で注目しておかなければなりません。彼らがこの話題で盛り上がって何か連携するといったような意味ではなく、彼らの関心がそのようにして、寿命を伸ばしていきたいなということに向いていることは注目しておかなければならないのです。そして人間の寿命が150歳ぐらいまでになろうとしているというこの話、そんなことあるわけないじゃないかといったツッコミを入れている方もおられましたが、今時点ではそうであっても未来においてはだんだんとそうした世界へと近づいていくといったことは直視しておくべき現実だと私は思います。最初に言っておきますが、今すぐではありません。しかし未来においてはそうなるだろうといったことは想定しておかなければならないのです。そもそもこれは国民全体の平均寿命を伸ばしていくというような話ではありません。国家権力を自由に使えるぞ。国家のお金もだってどんどんとつぎ込めるぞ。当然のようにそれらによって多くの人々も動員することができるぞというこの条件を満たした独裁者といったものが自分個人といったものの寿命を伸ばしにかかってくるということは十分にあり得る未来です。今でも健康という意味においては一般人よりもはるかに気遣われているような人々でしょうが、今後は強引にでも寿命を伸ばしにかかってくるというわけです。ちなみにこれは不老不死の話ではありません。臓器移植を繰り返すといったような話もしていますが、どうやってもちょっと取り替えることが今の延長線上では考えられないといった臓器があります。臓器というようなちょっと認識はあまりありませんが、脳みそそれ自体についてはちょっと中身を入れ替えるといったことが今のところは想定されていません。脳みそ以外であれば、年老いてきて機能が弱ってきたな、新しいものに変えようといった時に変えることが考えられています。それは例えば、若い人からもらってくるといったような話ではなく、自分自身の細胞からさらに若い状態の臓器を作り出し、それによって拒絶反応のない状態で入れ替えるといったようなことが想定されているわけです。今だととんでもないような額がかかるような臓器の生成であったとしても、お金の面に関して言えば、独裁者であればクリアするわけで、連続的な研究機関を作ったとしても、それもまた国家の権力やお金といったもので何とかしてしまうことが考えられるわけです。そしてここで問題になるのは、こういった寿命を伸ばしにかかってくる独裁者は、決して権力を手放さないだろうということです。政治指導者が変わった場合においては、その国の方針そのものが変わるといったことがあります。一方で、独裁者が50年、100年とずっと権力を握り続けるような状態となった場合においては、国家の方針がずっと変わらないといったことも十分起こり得るわけで、そのような指導者が、例えば軍事侵略をして他の国へとどんどんと領土を広げていこうなというような考え方を持っていた場合においては、国際情勢という意味においても、その影響は非常に多大なものとなります。繰り返しますが、今すぐの話ではなかったとしても、それが未来においては十分起こり得るといったような意味において、独裁者の興味関心といったものが、いかにして寿命を伸ばすかといったことに向いていることは、無視することのできないポイントだと言えるでしょう。ウクライナの戦場にいて、ロシア軍は人海戦術を用いて人の命を軽々しく扱っています。一方において、そのような戦術を使っているロシア軍の指導者が、自分の寿命をどこまで伸ばせるかななんていうことを権力とお金を使って伸ばしにかかってくるわけですから、かなりグロテスクな世界線です。しかし、現実的にそうなりそうだなといったような未来としては別に奇抜というわけでもありませんから、十分にそのようなことが起こることを想定した上で国家戦略といったものは考えていかなければなりません。日本の場合だととにかくしっかりと国を守った上で科学立国として歩んでいき、それによって日本に攻撃することはとんでもないリスクを伴うもので、やめておこうと思わせることが非常に重要なわけです。そうした意味においては、今日本国内において防衛体制を強化するといったことは私は必要なことだと思います。日本国内においては日本政府に対して戦争反対を訴える人たちがいます。これらの人たちというものは、かつて日本軍が北京を占領したような事例を挙げて、またそのようなことが繰り返されるのではないかといったことを危惧しているかのような話をするわけですが、現代においては全くの真逆で、日本はしっかりと守りを固めた上で、それでもなお中国が攻撃してくるかもしれない。そのようなことを
考えて防衛力を強化しておく必要があるわけです。極端に軍事力に差が出れば、相手にとってみれば赤子の手をひねるがごとく日本を踏み潰せるんだったらやってしまおうかなと考える人が出てくるかもしれない。しかし攻め落とすのが難しいであるとか経済的に困窮させるのが難しそうだなと思えばそれは大きな抑止力として発揮されるわけです。中国の軍事パレードが開催された時にその軍拡の勢いといったものを見て圧倒されるのではなく敵について現状とその未来について考察した上でじゃあこういった軍隊を相手にしても攻撃されないようにもしくは攻撃されたとしても日本が永続的に国家として存続させていくためにはどうすればいいのか問題とその解決に当たっていくという考え方を持つことが私は非常に大事だと思います。というわけで今回の動画はここまで。中国の軍事パレードを元にして考えられるポイントについて解説してきました。中国やロシアが他の国に攻め込むための軍事力といったものを要請するのであれば日本は別の道としてそうした国が隣国にあったとしても攻められないような体制づくりを行って生き延びていく道を探るというのが国家戦力の基本にあるべきでしょう。まあそうした国内体制を整えるためにも内政にいかにして取り組むかといったことが重要なわけで今の石破政権の不甲斐なさっぷりには不満ばかりが募るものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。